撮ってみた。撮ってみた。なんかぽい、めっちゃぽい。見て。もう溶けちゃった。見て、もう溶けちゃったよ。確かに、でも雪見大福はさ、意外といけるよね。乾杯しよう。はーい。焼けました。皆さんこんにちは。太田梨沙です。野口明夫です。今日はリサと2人で女子クライマー、女子アスリートトークしていきたいと思います。イエーイ。乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。もう今日うちらだいぶ日本酒とか飲んで、出来上がってるし、もうだいぶだって5時間飲んでるもんね。5時間飲んで、しかもなんなら今もう夜中の1時に都内のホテルで2人でお泊まりしてます。やばいよね。やばいやばい。だからさ、もう本当にこれ使えるか使えないか分かんないから、本当にもう編集者の人次第っていうかもう使えなかったらピーって入れてもらえばいいか。ピーって入れてもらえば、本当に入れてほしいよね。けどさ、なんかきょちゃんさ、オリンピック終わってからさ、なんかさ、雰囲気柔らかくなったって言われない？なんかさ、その昔を知ってたからって、まあ、昔尖ってたわけじゃないけど、なんかそう、すごいなんか緩くなったっていうか、すごいなんかこうなんか変わったじゃないけど、そう、それいい方に綺麗だったなって思った。まずなんかね、でもね、なんか柔らかくなったって超言われる。昔も結構緩かったけどね。なんかさ、私が友達とかなんか試合の前ではね、でもそのメディアとか大会の時とかはまあ割とあれだったじゃん。なんか私が一番覚えてるのは、なんかその多分トレーニング疲れすぎてかわかんないけど、なんかさ、手に液体チョーク持ってるのにチョーク探してたことあったじゃん。わかる？そういうのよくあるから。いや、そう、とかさ、なんかさ、スーツケースさ置いたまんまさ、新幹線乗っちゃったみたいなことあったじゃん。だからなんかさ、何の時だろう。盛岡じゃん。盛岡でしょ。ホームにスーツケース置いたまま自分だけ乗っちゃって、いや、そうでなんか東京駅到着してから、あれスーツケースなくねみたいな。いや、そう。楽器ちゃんさ、クライミングではもうピカイチで決めるとき決めるんだけど、なんかさ、日常生活で抜けてること多くてさ、だからなんかオンの時とオフの時のなんか切り替えがやばいみたいな。いや、そう、それはめっちゃ近くにいて思う。でもみんなはさ、なんかオンの時しか見てないから、なんかちょっと完璧主義みたいな、とかさ、しっかりしてるってイメージあるけど、なんかすごいそれがなんかでも実際そんなことないからね。溶けてる。めっちゃ溶けてる。美味しい。でも雪見大福って溶けてる時も美味しい。これは溶けすぎだけど。何からいく？じゃあ女子クライマートークあるあるみたいなのに答えていこうと思います。お酒は飲みますか？どのくらい飲むの？いつ飲んでますか？だって。でもさ、私たち結構飲むよね。いや、だってマジで選手現役の頃全く飲まなかったよ。でもさ、ちょっと前は飲んでたよね。そのオリンピックオリンピックになってからは、もうお酒とか飲まないみたいな感じだったけど、その前とかは普通になんか一緒に飲み会行ったりアフターパーティー行ったりとかしてた。なんかもっとなんか緩い時代は。確かに。でもさ、お酒だったら何が好き？一番好きなのって言ったらビール。私日本酒。すごいんだけど、だいたい1杯目はビールで、その後ワインみたいな。確かに日本酒好きな人いたら日本酒飲むけど、なんかウイスキーとか芋焼酎とかはいまだになんか美味しさがよくわかんない。私もウイスキーとそうだよね。そうちょっとそれは飲まないけど、私日本酒はやっぱさ、山口って結構獺祭だったり、東洋美人だったり、結構有名なお酒が多いから。今日無弱飲んだしね。そう。もうこの辺出てるから、この辺に無弱ね。体重制限とか食事気をつけてるかみたいな。体重制限はあんまりしてないな。確かに。なんかでも私もあきおちゃんもあんまり太らないタイプで。そうだよね。もともとなんかそんなに食事制限しないとみたいなタイプじゃないし、なんかむしろ筋肉とか
なんかつけないとじゃないけど回復しないとって思って頑張って食べてた。確かになんか頑張ってさ、なんかもう練習後とか頑張ってお肉食べる感じじゃない？わかるわかるわかる。でしょ私もなんかこうタンパク質取らないとみたいな。そう回復しないしそうみたいな。疲れ残っちゃうからタンパク質食べようみたいな。クライマー女子あるある。でも逆になんかクライマーでなんか我慢しないといけないのネイルくらいじゃない？確かにネイルくらいかな。なんか他のアスリートとか見てるとみんななんか競技によってはなんかメイクとかそんなにしちゃダメとか、ショートカットが文化とかあるじゃん。確かになんかさ柔道とか水泳とそうかってさメイクしない感じで、水泳とかはね、化粧しても取れちゃうしみたいなのあるけど、クライマーは髪も染めれるしメイクもできるし、ピアスとかネックレスもできるし、なんか唯一できないの、ネイルくらいかな。爪伸ばせない、そう爪伸ばせない。でもなんか高校卒業してさ、なんかやっぱ一気になんかできるようになるじゃん。ちょっと待って、それもう10年前くらいの話。そう10年前ぐらいの話。でも20代前半の時はしてたんだけど、なんか20代中盤の時ってわかるなんかもういいかなって思っちゃうの。それ髪の毛とかも一緒じゃない？いやわかる。高校卒業してすぐは茶髪とかにしたいんだけど、何年かするともうプリンになるのめんどいからもう黒でいいかみたいなやつでしょ。なんか来てたよ。なんだっけ、髪染めたりしないのみたいな。髪でもさ明らかに茶色だよね。もう毎回これ黒に塗ってるんだよ。今も黒じゃない？毎回黒に染めてて、でも色がすぐ落ちちゃうの。色がすぐ落ちて茶色になってまた黒くしてまた色が落ちちゃっての繰り返し。あとさ、ひせずっとロングじゃん。もう絶対もうロングって決めてる？いや、ここはあれちょっとピー入りそうだけど、なんか結婚式が終わったらもうバッサリボブとかに切ろうと思ってる。もう本当は競技終わったら切りたかったんだけど、でも結婚式あるなってなって、結婚式とかやっぱり髪の毛長くてアレンジしやすいよね。アップとかにしたいじゃんって思ったら、あと1年くらい伸ばすかと思って、でもね本当はね実は一番なんか髪短い方が好きで、自分の髪型的に。なんかさ、そのさ短いあきおちゃんを見たことない？あるボブだった時あるじゃん。もうこのぐらいボブだった時あるじゃん。あるわボブで内巻きみたいなのが実は一番好きで。確かに。ロングなのは20の前半ぐらいじゃない？そう20代前半とかは短いボブとかで黒とかだったんだけど、実は一番ボブが好きで、ロングなのは登ってる時に髪が長い方がなんか絵になるっていうか。わかる。私もなんかポニーテールが好き。そうポニテが一番なんか登ってる時可愛くて、確かに登ってる時になんかファーみたいなわかるのが好きだったから、競技中にポニテにしたくて伸ばしてたけど、実は普段生活する上では短くてボブくらいが一番好き。あ、そうなんだ。好きなウェア着てみたいウェア。好きなウェア、なんだろう、お互いさ、もらってるとこあるからね。そうだね。なんかでもリサはなんかグレーのタンクトップとかキャミソールに黒いタイツみたいなイメージめっちゃある。本当？めっちゃある。なんかちょっと昔まではピンクの T シャツに黒いパンツみたいなイメージあったけど、最近なんかグレーのタンクトップに黒いなんかタイツみたいなイメージある。なんかさ、クライミング界にさ、あきおちゃんが一番最初にタイツを流行らせたじゃん。そうなんかさ、あれじゃない、なんかこうタイツさ、一番最初に入ったのはあきおちゃんじゃない？日本でってことでしょ。でもヨーロピアンみんな入ってたじゃん。確かに。でも日本人なんかみんなタイツ恥ずかしいみたいな感じで履かなかったじゃん。なんか私もさ、最初さ恥ずかしいみたいな感じで履けなかったんだけど、なんかあきおちゃんがやっぱ履いてるの見て、なんかこれかっこいいかもって思っちゃって。初めて聞いたんだけど。初めて聞いたんだけど。そうで次のシーズンぐらいから私が履き始めた。でも今なんかみんなタイツ履いてない？確かにみんな履いてる。でも最初流行らしたのはあきおちゃんで。そういなかったじゃん。なんかあの時なんか日本人ってあれじゃん、なんかぴったりしたウェア着るのみんな恥ずかしいみたいな。恥ずかしいあれあるじゃん。でもなんか結構スポーツウェアはぴったりしてて、体のラインが分かる方が可愛いなって昔から思ってた。
私はあきらちゃんの見て、あ、これタイツ可愛いかもと思って。タイツ可愛いよね、普通に。っていうか今はなんか今はもうタイツとかなんかヨガウェアみたいなわかるのが普通だよね。もうそれアイスの原型謎すぎる。やばいんだけど、すごい。好きな香水、好きなブランド、めっちゃコアな質問くるやん。ね、好きなブランドさ、何？好きなブランド？一通り全部好きなんだよね。わかる？でもなんかリサめっちちゃビトン好きなイメージある。まあビトンは好き。好きでしょ？なんかビトン好きなイメージあるわ。財布とかもそうだし。意外なんだけど。ビトン好きなイメージ。飼ってるニャンコたちについて。二人ともさ、猫派じゃない？猫派。でもさ、この前なんか質問コーナーでやったんだけど、もし犬を飼うなら何を飼うかみたいな。何？私トイプードル飼いたい。知ってる？ティーカップでしょ？ティーカップ。今日犬もし飼うんだったらポメラニアン飼いたい。ポメラニアンか。でも可愛いよね。可愛い。なんか白くて本当にモフモフなやつ飼いたい。でもさ、今3匹飼ってるじゃん。猫でしょ。それはさ、でももう犬ってもう無理じゃない？無理。もうなんか猫3匹目飼った時からもう犬はもうこれ以上は無理ってなった。それさ、3匹でもさ、結構1匹でも、私スコティッシュフォールド飼ってるけど、結構毛が落ちちゃうじゃん。3匹だと結構やばくない？なんか最初の時点で2匹飼ったの。1匹でお留守番かわいそうだなと思って2匹一緒にサイベ飼ったんだけど、2匹も3匹も変わんないだろうと思ってマンチカン飼ったの。そしたらもう家の毛の量がマジで全然違くて、2匹と3匹こんな違うっていうくらい。いや違うよ。びっくりした。もう2と3変わんないと思ってたけど倍くらい増えたんじゃないかなってくらい。家のなんかもう隅っこにもこんな毛玉できててしかもなんか3匹目のマンチカンが結構長毛種のマンチカンでロングコートなの。なんかこいつが一番毛すごくないっていうくらいちっちゃいくせに毛がすごくて、もうね家の中やばい。毛がやばい。もう掃除機かけたあとすぐに毛玉がいっぱい落ちてる。好きなタイプ、結婚、子供とか。好きなタイプってさ、どう？もうなんか今もう結婚されましたけどうわ、めっちゃいいな、輝いてるよこれ。何これ、結婚した後に出る YouTube かな、ちゃんと。幸せそうです幸せそうです、指輪つけて。でも実際なんか好きなタイプと付き合う人別になんかそんな一緒じゃなくない？わかんないけど。わかる。まあでもさ、なんか結局さ、なんか、まあ、優しくて、自分のこと大事にしてくれる人、裏切らない人がいいなって思う。なんかもうなんかさ、その20代前半とかはなんか顔とか、なんか結構重視めだったけど、やっぱ今はなんかこう性格かなってちょっと大人になって思い始めた。あれ大人になったね、リサ。大人になってるじゃん、だいぶ。あれなんかイケメンがいいみたいなタイプだったと思ってた。いやいや、ちょっとこれさ、言わないで、影響力あるんだからイケメンがいいと思ったじゃなかったっけ。休みの日何してる？トレーニングイベント。休みの日何してる？休みの日何してる？なんか前までは、トレーニングをまあ週5でして、休みの日に取材するかコンディショニングするかだったけど、今はむしろ仕事して休みの日に登ってる。まあまあ確かに、すごくない？休みなくない？休みないね。仕事して休みの日に登って。きょうちゃんはさ、やっぱりもう忙しいよね。もうね、でも本当にすごい忙しい、多忙症。本当に忙しい方がなんか充実感感じたりだから、でもなんか幸せそう、そっちの方が。なんかたまにでも予定詰めすぎてもう本当に疲れて明日もうなんか何もしたくないなってこともある。私は休みの日はゲームしてるなんか強いとかっこよく見えるかっていう男性が、例えばクライマーで、クライミングが強い人は、その見た目とか、まあ、スペック以上にかっこよく見えるかっていう。でも見えるかもしれない。輝いて見えない？それは見えるよね、その人の一番いい瞬間って絶対かっこよく見えるよね。
なんかワールドカップとかさ出てやっぱ優勝してるとわかる。ああかっこいいって思っちゃうかも。わかるよ、わかる。なんか男性って見た目とかよりも、結構雰囲気とか、わかる。なんだろう、言動とかの方が、あれじゃない？大きくない？いやわかる。それもあるし、やっぱなんかこう輝いてる瞬間をさ見れるじゃん。あの時の感動ってさ、やっぱまあ自分が体感してるからこそさ、わかる。なんかわかるみたいなのもあるし、この人すごい頑張ったんだなとか、なんか乗り越えたんだなみたいなのもわかるし、こうさクライマーってさ、なんかこう、まあ、仲間みたいなことも多いじゃん。なんか一緒にさオブザベっていうさ、なんかルートを下見したりとかさ、する時もそうだしさ、なんかさそういうの見てるからこそさ、なんかこの人決勝ずっとダメだったけど、わかるわかる、覚醒したじゃんみたいな瞬間とかになんかかっこいいなって。もうその1大会とかじゃなくて、今までのその人の歴史とかを知ってるからこそ、去年あんなだったけど今年頑張ったんだなとか、ずっとなんか2位だったけどやっと優勝できたんだなとか、なんかもういろんななんかもうストーリーなんか考えちゃうよね。わかる。それは今後何する？結婚の予定は？私今後何するでいきなり結婚の予定は？いや、みんなが一番気になるところかなと思って。それはさ、まあきよちゃんの結婚生活の方が気になるでしょう。結婚生活なんてなんもないよ、今まで通りだよ。なんかどうなの？なんかさ、あんまり変わんないかな。どうでもさ、なんかさ、やっぱ新婚じゃん。って感じか。新婚何年とかあんまりない。なんか結婚何年とか新婚何年とかないかな。知り合ってから何年みたいなの方が重要じゃない？確かにそうだね。長いもんね、結構言って。長いし、もともと一緒に住んでたから何も変わんないかな。本当に周りは変わったけど自分たちは変わらない。オリンピックみたいなもん。周りは変わるけど自分たちは変わらないじゃん。かっこいい。なんかもうそんな感じ。周りはなんか、まあもちろん喜んでくれたり、なんかわーってなってるけど、自分たちはそんなに変わらない。でもなんかすごいお似合いだなって思う。ありがとうございます。リサは今後の目標。今後の目標、とりあえず私は去年のリードジャパンカップで足滑って落ちちゃって、その時も調子は良かったんだけど、なんかうまくいかなかったから、まあ、とりあえずもう自分のベストが尽くせて、納得できる登りができたらいいなって今は思ってる。で、まあ、なおかつ成績がついてきたら、まあ、よりいいなって思うし、まあ、とりあえず日本代表には戻りたいかなっていうのはあるかな。でも最近なんかジャパンツアーのリードだったらさ、結構コンスタントに優勝してて、ボルダーも今回4位、この前4位だったし、なんか成績もついてきてるイメージあるけどね。最後どうやって締めようかな。てかこれさ、動画になる？大丈夫？編集してもらう。でもなんかリサと知り合ったのってマジ10年とか15年前とかだけど、なんかこうやってなんかちゃんと真面目にじゃないけど、なんか一個一個テーマに沿って話すの初めてかも。初めてだよね。なんかやっぱ今まではやっぱ一緒に大会出てたし、なんかもう次々大会があったから忙しくて、こうやってただ2人で泊まるのとかもさ初めてだもんね。初めてだと思う。なんかワールドカップで案外なんか2人一緒の部屋ってなくない？ないね。なんか昔から本当に知り合った頃からめっちゃ仲良かったけど、なんか仲良くしてくれてたきよちゃんが本当に仲良かったけど、なんか案外同じ部屋とかなかったかも。確かにそうだね。そうだよね。こんな感じでいいかな。なんかまたなんかもうラフにまた話そう。確かにまたラフに話したいし、また話そう。なんかあれだよね、今度もプライベート編みたいなさ。そうね、そうね。なんかはい、なんかまた YouTube 見てもらって質問とかこういうの聞きたいですとかあったらぜひコメントください。強引に終わらす。じゃあねー。